皆さん、こんにちは。陽介です。この動画は2026年5月16日に投稿しています。実は、あさって5月18日に私が住んでいる愛知県の名古屋港にある一隻のタンカーが到着する予定です。船の名前は出光丸と言います。日本の出光興産という石油会社のタンカーで、つい先日、中東のホルムズ海峡を通過したことでニュースになりました。タンカーというのは、石油や原油を運ぶ大きな船のことです。このタンカーがなぜ今ニュースになっているのか。実はその背景を理解するためには、73年前の話に少しだけ戻る必要があるんです。73年前の1953年5月9日にもう一隻のタンカーが川崎の港に到着しました。これはちょうど1週間前の5月9日と同じ日付ですね。船の名前は日照丸と言います。イランから石油を積んできた船です。当時、この日照丸の航海は世界中を驚かせる出来事になりました。なぜなら、この船はイギリスを敵に回す覚悟で海上封鎖、つまり海軍が船を通れなくしていた海をなんとかかいくぐって日本に石油を持って帰ってきたからです。73年前の日照丸とあさって着く出光丸、この2隻のタンカーには不思議なつながりがあります。今日はこの話をゆっくり紹介していきたいと思います。2026年の2月の終わり、アメリカとイスラエルがイランを攻撃しました。その影響でペルシャ湾、これはイランの南側にある石油タンカーがたくさん通る海なんですが、この海が事実上通れない状態、つまり海上封鎖の状態になっていました。そのペルシャ湾に日本の出光興産という石油会社の大きなタンカー、出光丸が約2ヶ月足止めになっていました。サウジアラビアで仕入れた原油200万バレルを積んだまま動けなかったんです。バレルというのは石油の量を測る単位で、200万バレルは大型タンカー1隻分くらいになります。そして4月28日、この出光丸がイランの許可を得て、ホルムズ海峡を通過することができました。ホルムズ海峡というのは、ペルシャ湾の出口にあるとても狭い海の通り道のことです。中東から世界へ運ばれる石油の大部分がここを通っています。他の国のタンカーはまだ封鎖の影響で動けない中、日本のこの船だけが特別に通ることができました。出光丸は今、日本に向かってゆっくり航行中です。到着予定は5月18日の朝8時。場所は私が住んでいる愛知県の名古屋港です。ただ、ここで一つ数字の話をしておきます。出光丸が運んでいる原油は200万バレル。一見たくさんの量に聞こえます。でもこれは日本が1日に使う石油の量の約 0.6 日分にしかなりません。1日分にも届かないんです。2ヶ月かけてたくさんの調整を重ねて、ようやく一隻が通過して運ばれてくる石油が日本の 0.6 日分。この数字が今の中東情勢と日本のエネルギー事情をよく表していると思います。さて、ここで時計をぐっと巻き戻します。1953年に戻ります。この時もペルシャ湾は今と似たような状況でした。1951年、イランで
石油の国有化が決まりました。石油国有化というのは、外国の会社が持った石油の権利をその国が取り戻すことです。これを進めた中心人物がムハンマド・モサデクという政治家でした。モサデクは同じ年にイランの首相になります。当時、イランの石油はほぼ全部イギリスのアングロ・イラニアン石油会社。これは後の BP という会社になるんですが、この会社が独占していました。独占というのは一つの会社だけが全部握っているという意味です。イランの国有化にイギリスは強く反発しました。イランの石油を運ぼうとするタンカーは撃沈する。つまり攻撃して沈めると国際社会に表明したんです。実際にイギリスの海軍がペルシャ湾に出てきて海上封鎖を始めました。世界中の石油会社はイランから石油を買いたくても買えない状態になりました。買えばイギリスを敵に回すことになるからです。そんな時、日本のある会社が動きました。出光興産です。社長は出光佐三という人でした。出光佐三はこう考えたそうです。イギリスの言うことには正当性、つまり正しい理由がない。イランの石油はイランのものなのだから自分たちは買おうじゃないかというふうに判断しました。1952年、彼は自分の弟、出光圭介という人を極秘で、つまり誰にも知られないようにイランに送り込みました。そしてモサデク首相と直接話し合いをして、石油を売ってもらえないかと頼みました。粘り強い話し合いの末に合意ができました。この時点で世界中の石油業界、それから日本政府も何が起きているのか全く知らなかったそうです。そして1953年3月23日午前9時、タンカー日勝丸は神戸の港をこっそり出発しました。目的地はサウジアラビアに行きますと偽装、つまり嘘の情報を出していました。本当の行き先はイランの港でした。4月10日、日勝丸はイランの港に到着します。イラン側はとても歓迎して石油を積み込んでくれました。そして4月15日に出港します。一番の山場、つまり一番危ない場面はその次の日、4月16日でした。夜の暗闇に紛れてホルムズ海峡を通過したんです。もしこれがイギリス海軍に見つかったら撃沈される可能性がありました。本当に命がけの通過だったわけです。船員の方たち、つまりその船を動かしていた人たちの気持ちは私には想像することしかできません。4月26日、スンダ海峡を通過しました。これはインドネシアのあたりにある海峡です。それから約1ヶ月、ようやく日本に近づきます。5月7日、イギリスは日勝丸が日本の領海、つまり日本の海に入ったことを確認しました。すぐに東京地方裁判所、これは東京の裁判所ですが、ここにあの船の石油は自分たちのものだと仮の差し止めを申請しました。そして73年前の5月9日、日勝丸は川崎港に到着しました。同じ日に東京の裁判所では第1回の口頭弁論が始まりました。口頭弁論というのは裁判で両方の主張を口で話す手続きのことです。裁判の詳しい中身は今日は省きますが、結果は出光側の勝利でした。最終的にイギリス側が訴えを取り下げて終わります。
それから6月7日、日照丸が2度目にイランに向かった時、イランの港では数千人のイランの市民が出迎えに集まったそうです。ここでこの出来事を起こした出光佐三という人物について少し紹介させてください。出光佐三は1885年生まれ、福岡県の宗像という海に近い地域の出身です。彼の経営の仕方は独特でした。経営というのは会社をどう動かすかということです。出光佐三は人間尊重という言葉を大事にしていました。人間を大切にするという意味です。それから大家族主義という考え方も有名でした。これは会社の社員は家族だという考えです。具体的には四無主義という方針がありました。4つのないと書きます。1つ目、定年なし。定年というのはある年齢になったら会社を辞めなければならないルールのことです。それがない。2つ目、出勤簿なし。出勤簿というのは毎日何時に会社に来たか書く帳簿のことです。それがない。3つ目、解雇なし。解雇というのは会社が社員を辞めさせることです。それがない。4つ目、労働組合なし。これは組合がなくても困らないくらい会社が社員を大事にするという意味でした。特に戦争に負けた直後の話はよく語られます。1945年8月、日本は戦争に負けました。出光興産は海外にあった財産を全部失いました。会社はほとんど何も残っていない状態になりました。それでも出光佐三は終戦の2日後、約1000人の社員に話をしました。愚痴をやめよう。世界無比の3000年の歴史を見直せ。そして今から建設にかかれ。と彼は伝えたそうです。愚痴というのは文句を言うこと。世界無比というのは世界に並ぶものがないという意味です。建設というのは建物など大きなものを作るという意味です。そして彼は社員を一人も解雇しないと決めました。当時の日本では多くの会社が人を減らしている時期でした。この出光佐三の生涯をモデルにして書かれた小説があります。2012年、百田直樹という作家が出した海賊と呼ばれた男という小説です。海賊というのは海で船を襲う人たちのことです。なぜそのタイトルかというと、出光佐三が若い頃、業界の常識を破る商売の仕方をしていて、ライバル会社から海賊のように呼ばれていたという背景があるからです。この小説は第10回本屋大賞を受賞しました。本屋大賞というのは書店、つまり本屋さんで働く人たちが自分たちで選ぶ文学の賞です。上下2冊で420万部以上売れた大ベストセラーになりました。2016年12月には映画にもなりました。岡田准一さんが主演の作品です。ただ一つだけ注意点をお伝えしておきます。この小説は事実をもとにしたフィクションです。フィクションというのは作り話という意味です。実際の出光佐三や当時の出来事と細かい部分で違うところもあるという指摘も出ています。なので興味があればぜひ見てみてください。ただ全部が事実というわけではないと知った上で楽しむのがいいと思います。さて、ここまで1953年の話と2026年の話、
それから出光佐三という人物の話をしてきました。私がこのニュース全体を見ていて思うことがいくつかあります。一つ目は73年前の一人の経営者の判断が今も生きているということです。出光佐三が1953年に下した判断、つまりイランから直接石油を買うという決断は当時の日本に大きな影響を与えました。それだけではなくて、73年経った今でも駐日イラン大使館がその出来事を両国の長きにわたる友情の証だと発信しています。国と国の関係というのは政治家の交渉とか条約だけで決まるものではないんだなと私は今回改めて感じました。一個の出来事、一人の人間の判断が何十年も後の関係を作っていくということがあるんですね。二つ目は誰の手柄かという話です。今回の通過について高市首相は自身の SNS で一連の外交努力の成果だと発信しました。ただ、これには賛否があります。賛同する側は政府の力なしには通過は実現しなかったと言います。批判する側は出光興産が1953年以来築いてきたイランとの関係こそが本当の理由で、政治家の手柄話にはしてはいけないと指摘しています。とはいえ、高市首相が実際にどこまで動いたかは私にははっきりとはわかりません。それでもたくさんの関係者が動いてきたこと、これは間違いないと思います。出光丸が通過するまでの2ヶ月の間、日本政府の担当者、出光の社員、イラン側の関係者、それから船員の方たち、本当にたくさんの人が表に出ない場所で調整を重ねてきたはずです。73年前の日照丸の時もきっと同じだったと思います。今この瞬間もどこかで交渉を続けている方がきっといるはずです。そういう方たちに私は本当に頭が下がります。頭が下がるというのは心から尊敬するという意味の日本語の言い方です。最後に現実の話です。運ばれてくる200万バレルは日本の 0.6 日分にしかなりません。中東情勢がこれからも落ち着かなければ、ガソリンの値段、電気の料金、いろいろな材料に影響が出ると言われています。不安を感じる声もよく聞かれます。イラン情勢が早く落ち着いてほしいと心から願っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come one may. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with me.